どうも、大輝です。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は iPhone 15ですね、をしっかり見ながら、かなりね、質問いただく15と15 Pro どっちがいいんだよっていうところをですね、比較してどう選ぶかみたいなところを見ていきたいかなと思っております。前回15 Pro に関しては結構詳しく見てるんで、今回15、プラス見ていこうかと思っております。なので、チャンネル登録お願いいたします。はい。もししてな方は iPhone 15見ていきましょうか。うっとり。24,800 円からで、はい、予約は明日かな。15日午前9時からになっておりますが、さらに詳しく見ていきます。はい、iPhone 15ということでございます。これピンクがね、出てるんですけども、さあまずハイライトね、ダイナミックアイランド今回入りました。上のノッチが動きます。はい、で、48メガピクセルのね、カメラ入って2倍望遠できるようになりましたね。カラーインフューズドグラスとアルミニウム。はい、USB-C。USB-C は素晴らしい。カラーインフュードグラス。今回ちょっと丸くなりましたね。なんでね、アルミとカラーインフューズ。ガラス自体に色が入ってるっていうやつですね。デザインね。今回、6.1、6.7 インチなんですけども、ピンク、かわいいよね。ちょっと淡い感じになったのかな今回ね。USB-C で丸いんだな。ベゼルは多分前と一緒なのかな。はい。この黒い縁はそんなに変わってない気がします。で、こちらイエロー。後ほどちょっとね、実機も見ますけど、淡いね。はい。グリーンもいいな。グリーンないかと思ったんだけどな。なんか iPad Air 4みたいな感じいいかな。なんかね。これがブルーね。ブルーもね、結構いいんですよね。縁がちょっと濃くて、後ろはガラスみたいな。黒は結構ね、なんかね、締まった感じで、ちょっとでもパッと見プロっぽいですよね。これはこれで高級感あってなんかいい気がするけどね。なんか黒だけすげえ締まってるのが面白いなと思いました。さあ、すべてをね、ちょっとでかいな。ダイナミックアイランドっていうのが、これですね、上がこう動きます。ここが。アラート。通知とかね、アクティビティが見えるので、14 Pro にあったのが、今回ね、来ましたね。はい。UberEats とか、2つのアイランド、はい、アクティビティが2つなんで、これタイマー動かしながら、電話してるみたいな感じかな。そんなことなかなかないと思うけど、そういったこともできます。いろんな用途で使えるので、あとこれ地味にね、今回14と同じになったんですけど、14 Pro か。明るさがね、今回最大2倍になったので、これ結構ね、見やすいんじゃないかなっていう感じです。はい、スタンバイも使えますね。iOS17 で。カラーは美しく、ボディはどこまでも強くということで、さっき説明した通り、自体に、ガラス自体にも色が入ってるんですよね。これなんかちょっと面白いんですけどね。新しい色を発明しました。超微細な金属イオンによってガラスに色を浸透させました。ナノ結晶粒子で磨き上げ、来ました。エッチングです、エッチング。はい、エッチです。触れた瞬間好きになる。なんかね、ダメ、下ネタにしか聞こえなくなってきてしまった。はい。新しく曲線を持たしたエッジはこれ以上に心地よく手に馴染みますということで、サイズ感はね、でも変わってなかったかな、こっちに関しては。防水とか一緒。で、今回48メガピクセルのカメラが入りまして、2倍望遠がね、できるようになったんだよね。はい。ここに2っていうのがあると思うんですけども、結構ね、便利なんでね、14 Pro に入ってるやつなんですけど、光学ズームは3段階そうなんだ。2倍。これが1倍ですね。普通のやつと、0.5 倍。で、ナイトモード、スマート HDR。これ新しいのがね、入ったのかな。フロントカメラ、ピント合わせ。どうだろう前からあったんじゃないかな。フロントカメラは正直そんな変わってない。はい、4K HDR ビデオ。はい、シネマティックモードね、入ってますね。アクションモードとかは前から入っております。2倍望遠。これが結構地味に便利なんだよね。はい。で、このポートレートがね、今回ですね、被写体感で、ピントがこう変えられるようになりました。こっちにしたいとかこっちにしたいとか。これは15も一緒かな。あと、ポートレートモードも、この人とかを検知して勝手にね、今までこのポートレートモードにしないといけなかったんですけど、勝手にポートレート自動的にしてくれるというところみたいですね。ポートレートを撮らせてもっと寄れる。2倍望遠で、ズームがやりやすくなりました。あと24メガピクセルで撮れるんで、48メガ、4800画素をこう、真ん中を切り取るみたいな感じですね。はい。2倍望遠結構ね、これね、便利なんですよ。絶妙な、24ミリだったかな。絶妙なプロップって感じ。バッテリーに関してはですね、確か14と同じだったかな。12と比べたら最大3時間長いので、今回、14 Pro と同じ、A16 バイオニックチップが入っております。性能的にはね、十分かなと思いますけどね。12と比べて 40% 高速。で、USB-C ですよ。Mac、iPad でも繋いでとかね、Approach AirPods を iPhone に繋いで充電することもできると。こ
れはまあ嬉しいよね。高速充電。で、充電速度に関してはね、プロモデルとも別に一緒なんですよね。30分で、最大 50%。Wi-Fi 6E は入ってないかな。Wi-Fi 6。まあ別に十分かなと思うけどね。はい。衝突事故検知は14からね、これ入ってるやつなんですけども、まあ事故ったらこういうのが出て緊急電話してくれるみたいな。そんな感じですかね。カラーだけ見ようかな。こんにちは。こいつなんだっけCan Reviews 両兄弟って感じなんだけど、iPhone 15から、いいですね。これがグリーンかないや、いいな。グリーンもな。下げです。エッジが丸い。丸くて、こっちがブルーかないや、ブルーもな。いいんだよな、かなり。今回はまあ淡い感じではあるんですけども、丸くて、そんなにカメラ出てない。ダイナミックアイランドいい。ブラックもブラックでいいな。ちょっとプロっぽくて、結構マットな感じですね。本当にブラック、黒いね、結構。これがイエロー。イエローかわいい。かわいすぎるイエロー。14とは違ってまたかなり淡い感じになってますね。これプロマックスじゃない。これ多分プラスだな。でかい。2倍やってくんねえかな。いらないんかい。これとまあ、検知して、ピンクいいな。ピンクかわいい。僕が持ってたらね、なんか気持ち悪いからあれだけど、まあ、女性の方はいいんだろうな、こういうのがね。はい。これが、ウォレットかな。新しいのとか、はい。ありがとう、ブラザー。っていうことで、定期的にこれを見ようかなと。俺、どこにいればいいんだろう。ということで、15プラス、プロマックスっていう感じで、まあ、価格、まあ、カラーはね、さっき見てた通り、結構ポップな感じで、こっちチタニウム素材になってます。価格が12万4800円と13万9800円。まあ、1万5000円差。で、こっちは2万円差かなっていう感じになってるんですけど、まあ、プラス上げていくと結構ね、256とかでプロぐらいになるんで、これがちょっとね、どうなのかなっていうのはあります。ディスプレイサイズが、ここは一緒ですかね、サイズは。違うのはやっぱこのプロモーションとこの常時表示っていうのが常に画面表示してます。これ 120Hz なんで、ぬるぬる動くっていう感じかな。カラードインフューズドで、アクションボタンがね、15 Pro の方は入ってるんで、ここでいろんなアプリを割り当てれるって感じ。ダイナミックアイランドは一緒ですね。で、チップはまあもちろんプロの方がいい。まあゲームするんだったらプロかなっていうところですね。で、カメラが、よいしょ。基本でも同じかなここら辺は。48メガピクセル、メイン超広角望遠。まあ、望遠がね、プロモデルは入ってます。なんで、ここはね、別にね、変わんないですよ、正直。超広角、ポートレート、光学ズームだけ一番プロだけね、あとプロマックスだけ違います。再生時間はもちろんね、4プロモデルの方がいい。まあもちろんプラスの方がでかいんでいいけど、まあ3時間差なんで、どうだろうな。もちろんプロマックスが一番、バッテリーはいい。USB-C はこっちは最大20倍です。データ転送。USB-C3 なので、充電速度は別に一緒ですね。こっちは USB-C2 なんで、データの転送スピードはライトニングと一緒です。こうどう見るかっていう感じはある、正直ね。はい。で、防水とか耐水性能。まあ、ここはね、同じです。ちなみに。変わりません。Face ID も一緒。で、容量が、今回ちょっと微妙に違うんです。容量が、プロマックスだけ128が今回なくなってます。256から。まあ、あとは一緒かな。で、ディスプレイが一緒かな基本ね。まあ、ダイナミックアイランド入ったので、あとはなんでこの輝度のところもね、一緒ですね、正直ね。最大輝度。明るさもなんで基本1002とで一緒になりました。常時表示かなないところで言うと。常時表示はやっぱプロモデルだけになってますね。基本変わらない。で、サイズはですね、今回ちょっと変わってるのかな。プロが、まあもちろん軽くなってるんで、15プロが187で、プロマックス221なんで、だいたいまあ 20g 差、まあ、16g か。ここはね、結構ね、悩みのポイントで、あとまあ幅とかもね、やっぱね、ちょっと細くなってるんですよ。なんで結構持ちやすいんじゃないかなと。ただ、プロはちょっと厚みが増してます。まあここをどう取るかところですね。まあ軽さを選ぶんだとやっぱり15か15プラスなのかなと。で、耐水防水性能は一緒。まあチップはね、まあもちろん、ゲームするならプロかなって感じですね。ガチガチに。で、カメラも別にね、そんな変わってないんだな、正直。望遠があります。ただなんか意外だったのはこの絞り値がね、F 値意外とプロの方が高いんですよね。低い方が光を多く取り込めるので、これがちょっとどう出るのかっていうのはね。あとまあセンサーシフト、光学の手ブレ補正はプロの方がまあいいみたいね。まあそんな変わんない気がするんですけど、はい。で、ズームのオプションが3倍。で、こっちはね、5倍、3倍ないのかなと。5倍しかないのか。ここも気になるところ。まあそんなもんかな。まあ微妙にこの辺違うけど、あとはね、マクロ撮影ができる。プロ、あとプロローっていう
解像度高い写真。後から編集すごいしやすいっていう感じかな。で、ビデオ撮影もそんな違いはないと思うけどね。これ何が違ったかな。一応ね、プロレゾ撮影っていうのはプロしかできないですね。あとこのアカデミーカラーエンコードシステムっていうのが正直でもそんなもんかな。あとこのセンサーシフト光学式テーブル寄せの第2世代が入ってるっていうぐらいで、ここは別にね、そんなに変わんないです、正直。スローモーションが1080。フロントカメラはそんなに変わんないと思いますね、正直。違いがわからんって感じ。正直ね、そんなに。確かね、プロレゾかな、シネマティックも 4K HDR 入ってるんで、プロレゾがこっちはできたはず。はい。最大 4K。これですね。それぐらいかな、多分な。ちょっとスローモーションも対応してるわ、こっちもね。なんでそんなに意外と変わらないというか、あとWi-Fi 6E かなが対応してます。プロモデルは。そんなに気にするほどでもないかな。はい。こういったチップはどっちも入ってる。ですがね、なんか微妙に違うのは気づいたんですけど。でもどうかな。これナビックってやつはなんかインドの衛星らしいんで、なんかあんま別に関係ないかなっていう感じ。どうなんだろう、変わるのかな、もしかしたら。精度がちょっといいのかもしれないです。プロの方が。GPS に関しては。ビデオ通話とかはね、別に。これオーディオとかはね、全く一緒ですね、正直ね。全然一緒。なので、バッテリー時間、なんで3時間の違いかな、この15 プロモデルとの違いは。全部ちょうど3時間ぐらい。プラスとプロも。ちょうどなんかね、ただビデオ再生、ストリーミングに関してはね、プロとプラス一緒なんですよね。なんで意外とどうなんだろうね。そんなに変わんないのかもしれない。オーディオはちょっと長いんですけど、高速充電とかも一緒ですね。で、センサーがね、これ意外と見落としがして、このライダースキャナーはね、やっぱプロだけですね。3D 空間みたいに撮れるだけ。そんなもんかなと思います。でも、SBC の速度が違うっていうところで、これね、どっち選ぶかっていうのはね、難しいんですけど、迷ったら僕はでも15でいいかなって思う。正直ね。価格が価格だし、ただプラスを結構ですね、価格を上げていくと、プロにね、近づいてしまうんですね。プラスは選びづらいっていうか、絶妙なね、この価格設定になってるというか、これがちょっとね、難しいですよね。124,800円、159,800円。なので、15だと、やっぱり、256で139,800円。こっちが17万になるので、これだったら確かに結構ね、差はあるんでいいかなと思うんですけど、ただね、プラスにすると、56にしたらもう、なんていうの、あんまり差なくなっちゃうんですよね。5000円差とかなるんで128だったら。僕だったらプロ買うけどなと思うけどね。というのがちょっとプラスが売れないというか、プロを買わせる戦略みたいな感じはしますけどね。難しいけど。プロマックスはもうなんか別次元って感じなんですけど、でも迷ったら正直15でいいかなって思います。ゲームとかバッテリー持ちとかもちろんプロがいいんですけど、でも長い目で見たらどうだろうな。3万円差をどう見るかみたいなところですね。っていう感じ。で、あとは、またこいつで今ラインナップにあんだとこの14と13があるんですけど、価格重視だと僕結構13でもありかなと思いますけど、14か13今持ってる方は、あんまり変える意味はないかなと思います。バッテリー持ちもね、そこまで正直差ないというか、一緒だな。ほぼ一緒なので、13ミニだったらちょっとね、ワンチャンあるかもしれないんですけど、ただこの12あたり、プロとか、11プロとかどうなるとありなのかなと思いますけどね。プロモデルでもいい気がするんですけど、バッテリー時間がやっぱりね、ちょっと伸びるんで、というか11プロの方がいいのって感じなんだけど、それ以下の人は全然変えてもいいと思います。という感じですかね。これはね、ほぼ今同じぐらいかな。同じというか、15プロもこのぐらいになりましたんで、12プロ、11プロの人も結構、プロモデルも変えやすいし、普通のモデルの人は正直15でいいかなと思います。プロモーションディスプレイね、別に関係ないし、これでいいよね。カメラも良くなって、バッテリーも増えてるんで、3時間ぐらい全然いいんじゃないかな。マグセーフ11とか特にマグセーフ入ってないんで、マグセーフは便利ですね、やっぱりね。サイズ感が11、そして意外と重いっていうね。12、162なんで、軽いな。これやっぱりね、ストリーミングするとかなり差はあるんで、5時間、6時間ぐらいあるしてもらえばと思います。ちょっとプロモデルは、またこっちで見てるんで、チェックしていただければと思います。またここら辺は、ですね、また別の動画でお話ししようかと思いますので、ぜひチャンネル登録、てかあれ、どっか行ったな、俺。ぜひなんで、チャンネル登録お願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またね。ちょっとこの撮影方法にはまってしまったが、そうなんだよね。これいろいろ動けるんでね。さて、どれを買おうかな。迷うね。